こんにちは、シャチパンです。さて、本日の動画はジャクリーより最近発売されたばかりのポータブル電源ソーラージェネレータープラスシリーズをお借りしましたので紹介していこうと思います。ポタ電って別に全然興味ないわーって方も今回触ってみてなかなか面白かったので、どんなもんか見てみるかって感じで見ていただけると嬉しいです。ポタ電で電気代浮くのとか、キャンプぐらいしか使えないんじゃないのっていう疑問にも今回お答えしていますので、ぜひ参考にしてみてください。ということで早速やっていきます。具体的な話をする前に、ポータブル電源とはどのようなものかについて簡単に触れておきます。一般的なポータブル電源と聞くと、普通はこんなスマホなどを充電するモバイルバッテリーを思い浮かべる人が多いと思いますが、これの数倍から数十倍ものバッテリー容量を持ち、そして高出力なものがポータブル電源です。モバイルバッテリーでは消費電力が大きくて動かせないドライヤーや電子レンジも難なく使うことができ、最近では付属品のソーラーパネルを接続することで充電できるタイプも出てきています。用途としてはキャンプや車中泊などのアウトドア系以外にも、停電時の備えや災害対策としての保管など需要は高まっています。よく比較に挙げられる発電機との違いは、ランニングコストが安く静か、環境にも優しく、防災用品としての適性が高いことでしょうか。最悪バッテリーがなくなっても場所は選べますが、太陽光などのリソースを使用することもできます。反面、バッテリーを使用するという性質上、高価で低温に弱く、長時間の連続運転には向いていません。反対に発電機はガソリンなどの燃料で動くので、ポータブル電源よりも高出力で、燃料が続く限り長時間運転もこなせますが、その分保管場所やメンテなどには気を使う必要があり、かなりうるさく排気ガスも出るので室内では使えません。どちらが優れているかは目的によるので一概に言えませんが、緊急避難先なので大多数の電源を供給する目的ではなく、一般家庭用であればポータブル電源の方が使いやすいでしょう。日本は台風、豪雨、豪雪、地震など数多くの災害が発生しやすい国土です。世界全土のうち日本が占める国土はわずか 0.29% にもかかわらず、世界全体に占める災害発生率は地震で 17%、災害被害額も 21% と、もはやバグっているとしか思えない数値となっています。最近でもニュースで災害による停電など多く報道されていますし、いざという時のために備えておいても良いかもしれませんね。さて、ポータブル電源と一括りに言ってもピンキリで、安全性や耐久性などまちまちです。そんな中でも今回ご紹介するジャクリーは、この業界のパイオニア的存在で、2016年に世界初のアウトドアポータブル電源を、そしてその2年後には世界初のポータブルソーラーパネルを開発し、全世界で累計出荷台数が300万台と、シェアも高く信頼のおけるメーカーです。個人的には安いからといって適当なメーカーに飛びつくよりも、この手の製品は信頼性が重要だと思っています。それでは前置きが長くなってしまいましたが、本製品の紹介をしていきます。今回は外観、出力、特徴、価格、総評という流れでご紹介していきます。まずは外観です。オレンジとグレーの配色が特徴的で、いかにも丈夫そうな作りとなっています。縦36センチ、横47センチ、奥行き37センチのサイズ感。重量もかなりあり、画面越しでは伝わらないかもしれませんが、これだけで28キロあります。28キロっていうと小2の子供ぐらいの重さですね。結構あります。ちなみになんですが、嫁パの体重は、この重さは後ほど特徴の項目でも触れますが、
バッテリーをより安全に長寿命化させた結果です。なおこのモデルでは格納式ハンドルとタイヤが実装されているので、持ち運びはそこまで苦にはならないよう配慮がされています。一つ容量が小さいモデルでは 14.25kg となっていますので、こちらのモデルは片手でも問題なく持ち運びができます。一般的には小さい方はキャンプ用途、大きい方は防災用途といったところでしょうか。用途に合わせて使うと良いでしょう。次に入出力です。本機は 2042Wh の容量を持ち、出力 3000W の超高出力のポータブル電源です。この2つで使える電化製品の幅や利用時間がほぼ決まります。そのためポータブル電源を選ぶにあたり、この2つはまずはじめに意識すべきところです。電化製品の消費電力の合算がポータブル電源の出力を上回らないように使いましょう。なお大容量高出力となっていくに従い、本体も大きく重くなっていきますので、ご自身のニーズに合ったものを選ぶと良いでしょう。本機の AC 電源は5口あり、20A 用のコンセントが4つ、30A 用が1つです。一般的な電化製品はこちらの口につなげると良いでしょう。家庭用のコンセントは 1500W であることが多いので、電子レンジとケトル同時に使ってブレーカーが落ちたなんて経験がある方もいらっしゃるかと思いますが、本機は 3000W の定格出力を持つので、その両方を使ってもまだ余裕があります。使いたい家電に応じてそれに耐えうる定格出力を持つポータブル電源を選ぶことが大切です。使うときは本体の電源を入れ、使いたい電化製品をつなぎ、スイッチをオンとすることで給電されます。ここのボタンでオンオフが切り替えられ、オン時は LED ライトが光るので分かりやすいです。電源の口が足りない場合も OA タップの定格出力以内に収まるならば、このように拡張しても問題ありません。 OA タップも家庭用コンセントと同じく 1500W のものが多いので、それと同じ感覚で使うと良いでしょう。モニターはシンプルながら分かりやすく、このようにバッテリー残量と現在使っている電力、そしてあと何時間持つかという情報を簡単に知ることができます。例えばこの場合ですと、現在使っている電力は 125W で、あと 9.7 時間持つということです。なお電源周波数は自動識別されますが、手動で変えたい場合は AC 出力ボタン長押しで切り替えることができます。それから USB-A、USB-C もそれぞれ2つ備え、こちらもスイッチでオンオフできます。シガーソケット出力はここにあります。本体背面は左上から AC 拡張ポート。このモデルの場合、同モデルをお持ちであれば接続して拡張ができます。それから AC 過電流リセットキー。これは電流が流れすぎると自動的に給電をストップする安全機能で、その時このリセットキーが物理的に突出します。接続機器を外し再度押し込むことで復活します。次に AC 入力ポート。用途は本機の充電で、家庭用コンセントから充電する場合はこちらを接続して充電します。充電した場合はこのように充電量と満充電までの時間が表示されます。この場合は満充電まであと 1.9 時間といったところですね。続いて DC 用の充電ポート。ソーラーパネルや車のシガーソケットから充電できます。車から充電する場合は車のバッテリーが上がってしまわないようにエンジンをかけて使うようにしましょう。右側には DC 拡張ポートがあります。バッテリーパックが別途あればここに接続して最大5個まで拡張でき、2台のポータブル電源を並列で接続することで最大10個までのバッテリーパックを使用することができます。このモデルはジャクリーの大容量 2000Wh のモデルなので、
これだけつないでも安定して電源が供給できていますが、ここまで必要ないよって方は 1000Wh の中型モデルもありますので、用途に合わせて選ぶと良いでしょう。続いて特徴です。1つ目の特徴はバッテリーです。本機はリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。は？何それ？って思われる方も多いかもしれませんが、これはリチウムイオンバッテリーの種類のことです。私たちの身近な電化製品であるスマートフォンやノートパソコンにもリチウムイオンバッテリーは用いられていますが、一言にリチウムイオンバッテリーといってもこのようにいろいろあります。最近ではバッテリーの爆発や発火事故などニュースで見かける日もありますが、本機はその中でも安全性が高く長寿命なリン酸鉄系のバッテリーが採用されています。以前のモデルでは3元系バッテリーでしたが、満充電から全放電を1回のサイクルとしてカウントした場合、1000回の寿命だったものが今回4000回までのサイクル数に耐えることができるようになりました。毎日充電したとして10年持つ計算で、これは嬉しい進化点ですね。ただ、リン酸鉄はエネルギー密度が低く、冒頭でも触れましたが、重いというデメリットがあり、前モデルから10キロ近く増えてしまいました。ここは仕方のないところでしょうか。次に特徴2つ目は充電です。本機は特許出願中のステップチャージ急速充電を採用しており、家庭用コンセントからわずか2時間でフル充電できます。充電する際の騒音レベルは約30デシベルで、スペック的には図書館レベルです。個人的には気になりませんでした。またソーラー充電にも対応しています。最大6枚接続することができ、その場合天気が快晴想定で同じく2時間でフル充電です。これは他社と比較しても業界最短レベルです。パネルは業界トップクラスの電力効率を持つパネルで、太陽光を効率よく光電変換します。コンパクトに折りたためる構造で持ち運びも簡単、広げるだけで使えるのも便利です。今回は 200W 出力のパネルと 100W 出力のパネルの2種類をお借りしました。サイズ感もだいぶ違いますが、 200W の方は重量が 8kg あり、そこそこ重めです。それぞれつないで充電してみましょう。本日の天気は結構曇りがかっていますが、気温は30度近く、夏って感じの天気です。ベランダに設置してみましょう。シャチパンのベランダ初公開です。パネルをこんな風にベランダに置いてみました。西向きなんで日当たりがかなりいまいちなんですが、ちゃんと充電されるでしょうか。ベランダが小さくて汚いからってジャグリーのことは嫌いになっても、シャチパンのことは嫌いにならないでくださいね。いや逆だろ。早速充電してみると、このようにモニターで充電量が確認できます。現在の天気ですと 10W 充電されていて、満充電まで99時間以上のようです。最大 200W 出力で 10W ですと、こりゃ全然ダメですね。直射日光が当たるような環境にないとちょっと発電は難しそうです。ということで、今度は別の日に近くの公園で充電してみました。この日も雲が少し多く、いかにもソーラー日和って感じではありませんでしたが、日光が当たるタイミングでは 150W 近く充電されました。これが続けば満充電までご覧の時間でしたが、太陽が雲に隠れてしまうとご覧の発電量くらいまで落ち込みます。天気が良ければ十分使えそうですね。いかにシャチパンが日の当たらないところに住んでいるか分かりますね。シャチパンも日向の人間になりたいです。なお、このソーラーパネルは 200W モデルで IP67、100W モデルで IP65 という規格を満たしています。内容は初めの6が防塵性能、その後の数字が防水性能を表す等級です。防塵性能はともに最高等級で、
粉塵が内部に侵入しない対塵構造となっています。防水性能は200ワットモデルの方は水没しても水が侵入しない高い防水規格に準拠しています。一方100ワットの方でもゲリラ豪雨を除いた雨くらいならば壊れることはなさそうです。ただし接合部を除く部分が防水対応なので雨天での充電は控えた方が良いでしょう。ちなみに充電しながら電化製品をつないで使いたい人もいらっしゃるかと思います。これをパススルーと言いますが、この使い方はどのメーカーであっても基本的には推奨されていません。これはバッテリーに充電しながら蓄えた電力を同時に使うことでバッテリーに負荷がかかるためです。本機は双方向インバーター機能を有しており、充電時にバッテリーを介さず給電できる構造をとっているので、バッテリーがへたることはありませんが、インバーターに負荷がかかります。一般的なポータブル電源よりはパススルーに耐性があるのは嬉しいところですが、ご利用は計画的にですね。続いて3つ目の特徴は使いやすさです。本機からアプリに対応しました。アプリ上ではこのように現在のバッテリー容量や入出力状況がわかるほか、バッテリーセービングモードのオンオフができます。バッテリーセービングモードとは、バッテリーの寿命を 1.5 倍伸ばすことのできるモードです。デフォルト設定は急速充電モードで2時間でフル充電となりますが、バッテリーセービングモードは 4.5 時間かかる代わりにバッテリーの寿命が伸び、さらに充電時の発生音を小さくします。また、もし容量に不足を感じても拡張バッテリーを買い足せば、このように接続することで簡単に容量を増やすことができます。次に価格です。本モデルは本体価格が24万2250円、200ワットのソーラーパネル1枚セットで28万4000円、拡張バッテリーは17万5000円です。ここまで大容量じゃなくていいって方は半分の容量のものもありますが、こちらは16万8000円、100ワットのソーラーパネル1枚セットで19万2660円です。いずれも安い買い物ではありませんが、アウトドアを趣味にされている方はもちろん、いざという時のために備えたい方には人気の製品です。なお、ソーラー発電でどのくらい節電できるかを計算してみました。2000ワットアワーは電気代にすると約62円分で、これが満充電1回分の節約効果です。毎日日中ソーラーで満充電して夜間に全部使い切るという理想的な使い方をしても、年間2万2630円、10年で22万円です。実際には雨の日や曇りの日もあり、もっと下がることが考えられるため、節電効果はありますが、これを目的とした購入は避けた方が良いでしょう。あくまで目的が別にあってからの節電という使い方が望ましいです。最後に総評です。本モデルはジャクリのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに対応した大容量、長寿命、安全と3拍子揃った渾身のモデルです。これを待ち望んでいた方も多かったと思いますし、このモデルの登場により気になるような弱点は強いて言えば重さくらいで、もはやなくなったと言えるかもしれません。実際に使ってみて分かりやすい UI にシンプルな構造、非常に使いやすいと感じました。普段からソーラーパネルを使えるかはお住まいによるところもありますが、もし使えるならば災害に備えつつ積極的に使ってみて、最近行ってないキャンプなんかもたまにはいいなぁと思いました。停電時など夏場であれば扇風機で暑さをしのいだり、冬場であれば暖が取れたり、暗い夜は照明がつけれたり、備えていればいざという時に便利ですし、心の安心材料にもなります。日本に住んでいる方であれば避けては通れない災害、
これを機に備えを考えてみても良いのかもしれませんね。かぶれねえな。何やってんの？いや今サムネ撮ろうとしてんだけど、この防災頭巾全然サイズ合わなくてさ。なってないね。でもこれネットで2000円したんだけど。じゃあお小遣いから2000円引いとくね。よろしく。これが本当の大災害。